皆さんご機嫌いかがでしょうか。本チャンネルでは数式モデリング技術の重要性を啓蒙する動画を配信しています。ミカエリスメンテン式は構素反応の基礎式です。本式には2個の速度パラメータが含まれています。これらの値は基質初濃度と反応初速度を使った線形化プロットの勾配と切片から決定されます。それでは固定化構素反応において同様のプロットを行ったらその形状はどうなるでしょうか。今回は本プロットの形状を数式モデリングにより予測し、その特徴を議論します。前と同様に、例として構素が単体の外表面に均一に固定化されている表面固定化構素反応を用います。固定化構素粒子近傍には液の混合がない強膜が存在します。基質は強膜内を拡散により移動し、構素によって生成物へ変換されます。交差の幅を広げるため、基質と単体が電荷を帯びており、これが基質の移動へ影響を及ぼす静電的相互作用が存在する場合についても考えます。はじめに、構素と基質が水中に均一に溶解した均相反応系の線形化プロットについて復習しましょう。構素濃度を一定にし、異なる基質初濃度 S0 に対して基質濃度の時間変化を測定します。このプロットの初期段階のほぼ直線となる部分の勾配を求め、これらを各 S0 に対する反応初速度 V0 とします。V0 と S0 の関係はミカエリスメンテン式に従います。1式の逆数を取り線形化すると2式を得ます。そこで縦軸に S0÷V0 を、横軸に S0 を取り実測値をプロットします。データはばらついていますが、理論により本プロットは直線的に変化しているとみなすことができます。データへ最小2乗法を適用し、直線を引きます。その勾配と切片から最大反応速度 Vm とミカエリス乗数 Km を決定します。次に、固定化構素反応系において同様の議論を行いましょう。均相反応系と同様に、異なる基質初濃度 SB0 で測定した反応初速度 VAI0 のデータを2式の関数関係でプロットします。しかし、このプロットした点がばらついていると、その正しい変化を特定するのは困難です。均相反応系とは異なり、固定化構素反応系には構素反応だけでなく、基質が構素の元まで移動する拡散プロセスが含まれます。このことがプロットの形状にどのような影響を及ぼすのでしょうか。もし実験を行う前にプロットの形を知っていたら、実験後にプロットしたデータの変化を目で追うことができ、
実験データがどの程度正しく測定されているかを推測することができると思います。この時、プロットの形状を予測可能とするには、数式モデリングの知識が必要です。一方、数式モデリングができない人は、早速反応実験を行うでしょう。実験データが得られたら、これらを2式の関数関係でプロットします。実験データには測定誤差が含まれ、多くの場合、プロットされた点は図のようにばらついた形で与えられるでしょう。このままではプロットの正しい形状を予測することができません。良心的な研究者は再実験を行い、測定誤差が小さくなるように努めるでしょう。しかし、多くの研究者は近相反応系の理論に基づき、このプロットの変化を直線で近似すると思います。しかし、この判断は正しいでしょうか？ここで科学の本質について考えてみましょう。科学者は可能な限り真実を追求すべきです。図のようにデータのばらつきが大きいと、プロット点の変化の傾向を直線とみなすことは大変危険です。同じ作業を他の研究者が行うと、おそらく異なる特徴を持つプロットが得られるでしょう。ここには再現性の問題が生じています。中谷宇吉郎によれば、科学は再現が可能な問題を対象とします。もう一度繰り返してやってみることができる、そのような問題についてのみ科学は成り立ちます。再現可能ということは予測できるということでもありますね。再現や予測ができないのに科学の対象となっているものがありますね。例えば、地震がいつ起こるかという予知の分野です。しかし、これらには実態が存在します。予知や再現ができないのは観測、または測定に限界があるからです。心霊現象は科学として認められていません。これは霊の存在を科学的に証明できないからです。同じ行為を行ったとき、実体のある霊を呼び出せるようになれば、心霊現象も科学になります。しかし、その可能性は今のところありそうにありません。このことから、前述の固定化酵素反応のプロットを直線とみなして処理することは、科学的な議論とは言えません。それではどうすればこの問題を解決できるでしょうか。その答えはすでに固定化酵素反応において積み上げられた事実に基づき、プロットの正しい形状を明らかにすることだと思います。この事実とは、酵素反応はミカエリスメンテン式に従う。固定化酵素粒子の表面に強膜が存在する。基質は強膜内をフィックの拡散速に従って移動するなどです。
ここからようやく固定化酵素反応における線形化プロットの議論ができるようになりました。前回までの動画第5章5の4、5の5から皆さんは固定化酵素反応の速度が触媒有効係数 EF を使って3式で表されることを理解していると思います。ここで SB は液本体中の基質濃度です。使用している式や記号の意味は第5章のこれまでの動画を視聴してください。表面固定化酵素反応の場合、EF は4式で与えられます。ここではパラメータを無次元数を用いて表しています。例えば、無次元基質濃度 βB は SB を Km で割った値を表します。固定化酵素反応を行い、SB0 に対して測定した VAI0 は3式から5式で与えられます。ここで EF に対する式は6式に変わります。5式を線形化式のように変形すると7式となります。はじめに静電的相互作用がない場合を考えましょう。これは6式においてラムダイコール0とした時の条件です。この時 SB0 割る VAI0 と SB0 の関係は図のようになります。ここでは7式の両辺に VMA 割る KM をかけた後、無次元化した8式を使っています。これは無次元化式を用いると実際の反応速度データがなくても総括的な検討が可能になるからです。各計算線では φE を一定位置に固定して計算しています。これより次のことが明らかです。1、SB0 割る VAI0 と SB0 の関係は直線でなく下に凸の曲線である。これは基質濃度が低くなると基質が胸膜内を拡散するのに長い時間がかかり、総括的反応速度 VAI0 が小さくなるからです。なお、以下では実際の実験データの特徴を理解しやすくするため、有次元の SB0 と VAI0 を使って議論します。2、SB0 が十分大きくなると、計算線は拡散効果のない場合、すなわち φE イコール0の直線、ここでは赤の破線で表示していますが、この直線に前近する。これは基質濃度が高くなると胸膜内の基質の拡散流速が大きくなり、単体表面での基質濃度が高くなるため VAI0 が大きくなるからです。3、φE が大きいほど、すなわち拡散効果が大きいほど計算線は直線から上方に遠ざかる。これは φE が大きいほど表面基質濃度が低くなり、反応速度 VAI0 が小さくなるからです。
次に静電的相互作用が存在する場合を考えましょう。この条件では8式が9式に変わります。φE イコール5とする計算結果を図に示します。ラムダが0よりも大きいとき、基質と単体間には反発力が働き、基質の胸膜内の移動速度が小さくなります。これにより VAI0 は小さくなります。その結果、SB0 の全領域で計算線は拡散抵抗と静電的相互作用のない時の直線、ここでは赤の破線で表示されていますが、この直線の上側に存在します。また移動速度はラムダが大きいほど小さくなるため、計算線は直線から上方に遠ざかります。ラムダが0よりも小さいとき、単体と基質間には引力が働きます。これにより基質は胸膜内をより高速で移動します。その結果、単体表面での基質濃度が高くなり、VAI0 が大きくなります。これは縦軸の値を小さくします。前回の動画でラムダの絶対値が大きくなると触媒有効係数が1よりも大きくなることを話しましたね。この条件では反応速度はその本来の値よりも大きくなります。これにより計算線は拡散抵抗と静電的相互作用のない時の直線、ここでは赤の破線で表示していますが、この直線よりも下側に置かれます。ラムダの絶対値が大きくなると、基質は単体表面へより強く引き寄せられるため、反応速度が増大します。これにより計算線はさらに下方に現れます。プロットの形状がどうあるべきかを理解していると、実験データがばらついていてもプロット点の変化が見えてくるようになると思います。これによりプロット点が正しい変化を捉えているのか、それとも十分でなく再実験を行うべきかが判断できるようになります。いかがでしょうか。数式モデリングの利用例の一つを理解できたでしょうか。この動画では表面固定化酵素反応について述べました。酵素が単体の細胞内に固定化された細胞内固定化酵素反応の場合にはプロットの形状が変わります。これについては後の動画でお話しします。本日のお話はこれで終わりです。それでは次回の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。